ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連ニュースを2つ取り上げていこうと思います。まず最初のニュースは、ロシアのプーチン大統領に対して、国際刑事裁判所 ICC が逮捕状を発行しています。この件に関しては、逮捕状が発行されているからといって、そう簡単には逮捕されないだろうという話があるのですが、今回取り上げるニュースは、その逮捕状が出ていることによって、プーチン大統領よどうぞ我が国には来ないでくださいという話が出ています。かなり明確に外交上のデメリットとなっていることが明らかになっており、なぜそのようにプーチン大統領が嫌われているか解説していきましょう。そして2つ目のニュースは、ウクライナ側が仕掛けたのではないかと言われているロシア国内の破壊活動について少し取り上げようと思います。それでは早速、プーチン大統領に我が国には来ないでほしいといった国、南アフリカについてのニュースを見ていきましょう。南アフリカがプーチン大統領側にサミットに来ないで、ブリックス、新興5カ国首脳会議で今年の議長国を務める南アフリカがロシア側にプーチン大統領の出席をやめるよう求めていると地元メディアが報じました。ここでブリックスについての少し補足です。最後の S が小さいのは少し以前の話。ブラジル、ロシア、インド、中国、この4カ国に対して複数の国々を表す小文字の S が付けられていた。それが年月の経過によってサウスアフリカ、南アフリカも経済的に台頭してきたではないかということで、ブリックスの最後の S が南アフリカを示す大文字の S に変わっています。南アフリカのサンデータイムズは30日、南アフリカ当局がロシア大統領府に対し、プーチン大統領のオンラインでの首脳会議出席を提案していると報じました。ICC 国際刑事裁判所がプーチン大統領に逮捕状を出していて、ICC 加盟国の南アフリカは、プーチン大統領が南アフリカへ入国する場合には逮捕しなければなりません。南アフリカは一時、プーチン大統領を受け入れるためにICC を脱退する動きも見せましたが、今は一転して ICC にとどまる方針を明らかにしています。さて、国際刑事裁判所 ICC に加盟しているからといって、プーチン大統領がやってきた時に逮捕するかどうかは、その国の政府がある程度意向を決めることとなります。そして過去においては、ICC に加盟している南アフリカは、逮捕状が出ている人物を逮捕しなかった前例があります。それはスーダンのバシール大統領です。国際刑事裁判所 ICC が戦争犯罪と人道に対する罪の容疑7件と大量殺害の容疑3件で起訴、逮捕状を発行しました。これは主にダルフル紛争40万人が死亡したという虐殺が連続して起こった内戦における戦争犯罪を追及するものです。そのようなスーダンのバシール大統領なのですが、ICC 加盟国の南アフリカに入国しました。この時は2015年アフリカ連合 AU の首脳会議に出席するためです。南アフリカの裁判所は逮捕を命じる決定を下しますが、その前にバシール大統領は出国します。裁判所の動きとは別に、政府は政府でバシール大統領を逮捕する気がなかったのです。アフリカ大陸には残念ながら軍事政権もまた独裁者の支配している国というのもたくさんあります。そのような国においては、住民に対する虐殺や拷問、人身売買や少年兵の問題など様々な人道に対する罪というものを背負っている政権や独裁者がいます。しかし、ある程度アフリカの中における連帯といったものを大事にする場合においては、そのような戦争犯罪に加担していると分かっていたとしても、あまり口出しはしないものです。こういう点については、内政不干渉という一応の言い訳があります。ですから、スーダンのバシール大統領が南アフリカに来た時も、ICC に加盟している南アフリカは、逮捕状が発行されているにもかかわらずこれを無視する形で逮捕はしなかったというわけです。そのようにして逮捕状が出ているからといって逮捕しないよという南アフリカの態度なわけですが、今回に関しては来た場合においてはプーチン大統領あなたを逮捕しなければなりませんという話をしているわけです。ちなみにロシアというのは南アフリカにとっては一応は恩義のある国だとされています。時は遡ってロシアではなくソ連時代、アフリカ大陸においてはアメリカやヨーロッパの勢力とはまた別の勢力としてソ連は共産主義勢力を何とかして盛り立てようと
様々なテこ入れを行ってきました。南アフリカにおいては人種差別政策、アパルトヘイトが猛威を振るっていた時代であり、この時にソ連は反政府勢力として現在の与党黒人側の勢力を応援していました。そういった流れもあって、アパルトヘイト政策がなくなった後においても、南アフリカはどちらかというと、ソ連時代からロシアへと基本的には親密な関係を築いてきたと言われています。ですから、今回のように、プーチン大統領がやってくることに関しても決して否定的ではなかったはずの国なわけです。その点について言えば、ロシアがウクライナに本格的な侵攻を行った後においても、南アフリカはロシアに対して何か強烈な制裁などはかけてはいません。基本的には中立を装いつつもロシア側に対する便宜をなるべく図ろうとしていた国なわけです。そのような国が今回、プーチン大統領に来ないでくれという話をするのは、かなり国際情勢に気を使っていることの証拠だと思います。スーダンのバシール大統領を逮捕しなかった時には、あまり欧米の反応といったものを気にしなかったでしょう。しかし、現在の情勢下において、プーチン大統領が南アフリカにやってきて、ICC に加盟しているのに逮捕状について無視する形で、プーチン大統領と首脳会談を行い、そしてロシアに返してしまうようなことがあれば、南アフリカに対する欧米からの外交的な強い批判といったものが出るのは避けられないと思われるからです。それでは続いては、ロシア国内にウクライナの破壊工作活動が及んでいるのではないかといったニュースを見ていきましょう。ロシアで列車脱線、炎上、ウクライナ国境との州爆発化。ウクライナと国境を接するロシアのブリャンスク州で1日、貨物列車が脱線し、一部が炎上した。地元の知事は通信アプリテレグラムで線路上で爆発物が炸裂したのが原因と主張した。ブリャンスク州には過去に何度かウクライナから破壊工作員が侵入したと伝えられたが、関連は不明。ロシア国内では往来危険容疑で未成年者も多く摘発されている。国営ロシア鉄道などによると、貨物列車は約60両編成で石油製品や建材などを輸送。うち機関車1両と貨車少なくとも7両が脱線したが、怪我人はいない。現場はウクライナ侵攻に協力するロシアの同盟国ベラルーシにも近い。位置を確認しておきます。ブリャンスク州はウクライナと国境を接している場所で、現在のところ、ロシア軍は国境まで押し戻されている状況ですから、ウクライナ側からロシア側へと何かしらの手を出すことが可能な場所です。そうしたわけで地元の知事は、ブリャンスク州で何かが起これば、基本的にはウクライナ軍が何か悪さをしたんだと発表します。ただしこの点について言えば、ロシア側の自作自演で、ウクライナ軍はこんなひどいことをするんだぞというニュースを流すために話を作ったことが何度かあることから、今回も本当に地元の知事が言うような爆発物が仕掛けられたからこのような事故が起こったかについては不明です。ただ、鉄道輸送というものは必ずのように大量の物資を運ぶことができますから、このような列車の運行そのものを妨げることが体制に対する批判の表明であったり、戦争に対する反対運動の一つの手段として用いられているのです。ですから、ウクライナ側が破壊工作の一環としてこのような事件を起こしたのとはまた別の可能性として、ロシア国内にいる反体制派の人たちに対する手助けをウクライナ側が指導している可能性もあります。最後に一言だけ余談。ロシア軍の戦車古いものがだんだんと出てきましたよという話は以前から少しずつしていますが、ウクライナ南部ザポリージャ州においてロシア軍の第一世代の戦車 T55 が配送されている姿が写真に収められたようです。インターネット上では T54、T55 よりも前の戦車についてももう戦場に現れたようだという話も出ているのですが、今のところこのような証拠が出ているものとしては第一世代戦車が一番古いものでしょう。ただ、インターネット上で出ているような第二次世界大戦中に開発製造されたものもいずれは戦場に引っ張り出されてくる可能性は十分あります。というわけで今回の動画はロシアの外交力や影響力が確実に下がってきているなということを感じさせるニュースでした。歴史的に見ても南アフリカは確実にロシアとの関係を重視したい国のはずです。しかし、ロシアによるウクライナ侵略に対してどこまでもロシアについていったとしても南アフリカにとっての国益はあまりありません。ですから、
揺れ動く中においても少しずつロシアから心が離れつつあることを感じさせるニュースでした。プーチン大統領はこの後万が一のことを考えて自ら南アフリカに出向くことはないでしょう。おそらくは南アフリカが望むようにオンラインでの出席という形にして国際会議を乗り切るはずです。また ICC に加盟していない国であればまだまだ自分たちの影響力を発揮できると考えて中国やインドで開催される国際会議にはプーチン大統領は出てくる可能性があります。ただしそのような国で開催される国際共同会議であったとしてもプーチン大統領が望むような各国から大歓迎されるといった光景はちょっと望めないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後、評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをぜひとも書き込みしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。